はい、始まりました。今回はリクエストの回になります。続きますね。続はもうじゃんじゃんやってきます。はい。ちょっと時間かかりますんでご了承くださいと言いながらやります。はい。で、今日は焼却するものジアトラニューカペタンになります。はい。こいつジャンドの、6マナー、もう能力説明させていただきます。早速。早いですね。はい。6マナーの、ジャンドのクリーチャーです。はい。66の飛行です。スタッツはまあまあ結構でかいですね。こいつは、終了ステップの開始時にこれでないクリーチャー1体を生贄に捧げてもいいと。で、生贄に捧げたクリーチャーの分のパワーですよね、これ。等しいダメージをエニーターゲットに、与えて、で、宝物3個生成する。はい。もうだいぶカジュアルなカードですよね。まあちょっと使いどころは難しそうな能力ではあります。そうですよね。はい。まあだから、まあ結構ファッティで、重いんで、まあ6ぐらいですかね。まあ頑張って6、7とかのレベルで組めるかなぐらいの感じで今日考えてきましたね。はい。はい。それを紹介していきたいと思います。はい。まず、結構いろんな筋考えましたが、はい。これ結構難しかったです。かなり大変なんですが、まずランプします。まあ重いからね。まあ重いんでランプしてこいつを出すとこまでいかなきゃいけないという、ちょっと出さないとさすがにちょっとこいつの出来ですとは言えない言えないですよね。だからまあ6番になんとかしてランプするカードを入れます。はい。でサーチ黒なんでサーチするじゃないですか。サーチができますね。はい、サーチができますね。まず何をサーチするかというところから話を説明したいんですが、はい、サーチするカード、アンガーになります。まあ正直そうなると思いますね。はい。で、なぜアンガーをサーチするのかっていう話になると思うんですけども、はい、アンガーをなんとかして、墓地に送ってください。はい。まあ、こいつ出してサクってもいいと、最悪。はい。で、まあ一応サクると宝物が3個出ますんで、はい、一応まあ、来ちゃっても出せばサクれるということで、速攻でとにかくクリーチャーで殴っていきたいというデッキをコンセプトにしました。はい。で、要は殴っていくクリーチャーの、紹介になります。基本的にはそういうことになりますね。はい。まあ、どんなクリーチャーで殴っていったらいいのかっていうので、こう飛ばす効果っていうのは、まあ、殴って最悪飛ばしてもいいですよという形になるんですけども、はい、まず殴っていくクリーチャーをどんなのか説明していきますね。はい、例えば、まずマナコストの低い順から紹介していくんですけども、はい、まず4コス域になるんですが、まずいきなり4コスから入る、まず4コス、もう3コス以下のクリーチャー、例えば大入道とか、あと3だったらあるじゃないですか。3万の64とか。あの辺はね、ないですね。そういうのも考えたんですが、ちょっと一回忘れまして、はい。4コスのクリーチャーから紹介させていただきます。はい。で、4コスは、領空のヘルカイト。はい。まず、領空のヘルカイトってカードがありまして、これ何回か動画にも出てきてると思うんですけども、はい。4マナの6号飛行速攻。で、まあ、1人殴りに行ったら、他の人はコンバット、追加セットしてもいけないですよっていうカードなんですけど、ランダムに1人殴りに行くっていうカードなんですね。はい。6号の飛行速攻なんで、結構いいじゃないかと。いうことで、スタッツいいという理由で、まず採用されました。はい。単純に、はい。一応そういうデッキなんで。そう、能動的に殴っていける上に、飛ばしてもいいという。そうですね。はい。これ飛ばすことによって宝物増えるという部分も結構重要になってまして、はい。で、4個他には、オーグニスというカードになってるんですけども、ドラゴンの、これなんて読むんですかね。ドラゴンのなんちゃらオーグニスというこれも、ニューカペナのカードで、はい、ジャンドの4マナの33速攻で、あなたがコントロールしていて速攻を持つクリーチャーが1体攻撃するたび宝物トークンをタップ状態に出す。これ宝物がまた出てくるというね。これ宝物じゃんじゃん出していこうということで、これ速攻を持たせてますんで、そうですね。全部パンチいくと宝物出ますということで。一応。はい。こいつそういうこともあるんで、とりあえずまずはアンガーだと。まずアンガー大事なんで、はい。
で4マナ駅はまあ一応そんなとこですと、で5マナ駅は、まず外霊というカードになってまして、こいつやばいです。これ結構強いです、このデッキだと。結構いいと。はい。5マナの XX で、X は、一番対戦相手がライフが多いところの半分にだという。はい。つまりつまりそいつで殴ると20のパンチ、で、20点ダメージ与えて、なんならその後飛ばすと一人死ぬという。はい、やばいですね。しかも速攻ですよ。こいつはちょっとさっき話し合いをしまして悩んだんですが、こいつ能動的に殴っていった方がいいんじゃないかっていう問題はちょっとあったんですが、飛ばすかどうかはその時の判断に委ねるということで、はい、あと5マナ駅で強いのはガーガロスですかね。そうですね。まあこれ結構有名なカードなんですけど、ガーガロスは5マナの66の、警戒到達トランプル家庭っていうこいつ3では結構暴れましたよね。こいつは33コンバットするたびにコンバット攻撃かブロック両方するたびどっちかするたびに33のビーストか3点ゲインかカード1枚引く、まあ、これも状況によりますが、はい、実はこう33のビーストを出す方が意外といいんじゃないかということで、はい、そうですね、はい、能動的に3点飛ばすマシーンになるとはい、多分そこのモードが一番強いとなるほどなるほどこれありなんじゃないかということで、3点あればほらハンジとか倒せますから。ハンジハンジね。で5マナで言うとまあ説明する必要はないかもしれませんが、名誉の恐怖、ドラゴンですが、これじゃ倍に出たらパワー分エニーターゲットに飛ばせるっていう未来の恐怖は入ってくるんじゃないかと、あと5マナ1機他のとこで言いますと黄金化のドラゴン、はい、黄金化ドラゴンもちょっとスタンでちょっと前に暴れたという、はい、このデッキ宝物デッキなんでほぼ宝物でできてるんで、はい、黄金化のドラゴンが、まあ、コンバするたびに宝物出るんで、宝物は2倍。そう宝物から2マナ出るように2マナ出るようになる。やばいですね。なんで、黄金化のドラゴン相性いいですと。いうことで、だから宝物の話が今出たんで、先に、6マナ駅のちょっとヘルカイトの暴君っていうカード紹介したいんですけど、はい。ヘルカイトの暴君いいですよね。まあ、ワンチャン特殊勝利できる。はい。ヘルカイトの僕は20個以上でしたっけ？20個以上だった気がする。コントロールシュート、ホースコントロールシュートアップティーブに勝てるという、結構、アーティファクトコントロールシュート結構勝てるんで、結構いいということで。で、5マナ駅1個忘れてまして、ちょっと待って、4マナ駅もちょっと1個忘れてますね。戻りまして、巻き戻しが今入りまして、まず4マナ駅で、このミスターオルフィオっていう、なんかこいついいですよ、こいつ結構。4マナ24なんですけど、あなたが攻撃するたびクリーチャー1体パワーを2倍にするという、いいですねこれ。いいですね。これで外霊を2倍にしたら外霊2倍にしたら1人死ぬやばいで5マナ駅1個忘れてまして、チアミガミのクレッシュっていう5マナのジャントのクリーチャーなんですけど、こいつはこれでないクリーチャーが1体死亡するたびこいつの上に X のカウンターを置いていいと、で死亡したクリーチャーのパワーに等しいという、サクったクリーチャーを、こいつのパワー乗っけちゃってくださいという、そうですね、はい、乗り放題で、はい、これで外霊を探るとまあ外霊までいっぱい出てくるなで外霊の分カウンター乗って、さらにそいつを探ると死ぬんじゃないかっていう2ターンかかっとるやないかっていうまあそんなとこですかね、で、あと、6マナ駅で、進みますと、以前にもご紹介したことあるんですけど、最大のパワーを持つ男かどうかわかんないですけど、ヤーブルとムルタニになりますかね。はい。こいつは18、6以上という、そうですね。こいついいですよね。そこ持ってたら、まあ、パンチして、相手とパンチして、トランプルないから、ジャンプされてってなるかもしれないけど、自分で飛ばせますからね。飛ばせれば、まあ、死ぬ可能性あるんで。確かに。で、あとは、エンシェントシリーズが意外といいんじゃないかということで、エンシェントシリーズ、まあ、赤有名なんですけど、エンシェントカッパードラゴン。赤は宝物出すじゃないですか。ダメージ与えると、宝物出すのをね、さっきのヘルカイトの暴君と噛み合いがいいということでなんか一回ヘルカイトの暴君の特殊勝利決められたことあるらしいじゃないですか。僕決めてました一回ヘルカイトの暴君、はい、エンシェントカッパーが出てる状態で、
エルカイトを僕スニークしたら勝てるっていう一回ありましたね。はい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 。でそういうエンシェントシリーズでいうと赤は宝物で、緑はカウンターで、黒はレアになるんですよね。そうですね。であとその他にもドラゴンでいうと年老いた骨かじりがこの宝物出す兼ね合いでいいんじゃないかということで、はい、これこいつ出して、他のやつ殴っていけば、宝物いっぱい出て、またいっぱい出るぜっていう。そうですね。とにかく宝物をどんどんランプしていくデッキになりますね、このデッキは。はい。そうなっちゃった。宝物の兼ね合いで。宝物の兼ね合いで、波乱の悪魔。これ、C 級なんですけど、宝物探るたびに1点飛ばせるぜっていうことで。そうですね。はい、これいいですよね、かなり。宝物側は、もう全て打点に変わります。はい。で、あと、探るクリーチャーを能動的に出せるっていう意味で、怪物の大原者ビビアン。これが、実はクリーチャーをサーチすることもできますし、探るクリーチャーを能動的に出すこともできるということで。これ出せるクリーチャー33なんでね。そうですよね、33なんで。33ならサクってもいろんなクリーチャー倒せると思うんで。そうですね、3点を2ターゲット飛ばせるんでいいですよね。これはだからガーガロスとほぼ同じ理論になると。なるほど、なるほど。で、それで、そんな感じで殴っていきますと。いう兼ね合いで、リア2のカードを何枚か入れると思うんですよ。墓地、死んだクリーチャーをもう蘇らせる。例えば、動く死体であったり、ネクロマンシーであったり、再活性、あと死と生っていうのがミドクロなんで、一応入れられますよね。そうですね。で、その、リア2の兼ね合いで、この第3の道のフェルドンっていうのが、このデッキ最強かもしれない。ティームさんが発見されて、そんなのあるんですか、すげえと思って。このカードは3マンの23で、3コスタップで墓地にあるクリーチャーを対象として、アーティファクトにするんですが、そのコピーであるトークンを1体戦場に出すと。で、速攻を得て、エンド G 死亡だと。いうことで、墓地から一時的にリアにして、で、探ればいいじゃんっていうことになりますよね。そうですね。これ、無限に3マーでリアにして3マー出るから、ただ、ほぼただ出る。なんか宝物3個出るから。しかも速攻持って案がある前提で今話してますから。はい。で、一応、その、墓地からリアにする以外にも、コピーするのはどうかということで、ラバーブリンクの英雄、オーシオン。これ結構新しめのカードになってまして。はい。で、こいつは4マーの33で、2マナタップでコピーを出すと。要は、危機時期みたいなことを、2マナタップでするんですよね。で、それをエンド時サクるっていうカードが、これが噛み合いがいいんじゃないかということで、こいつは、9マナで5体コピー出せて、速攻持ってると。で、かなり5体コピーできたら。で、これ、宝物がいっぱい出るんで。一応、起動できるチャンスはありますよね。ありますよね。そういう意味で言うと、ただ、伝説じゃないやつじゃないと。確かに。残りしないんで。なるほど。で、宝物とコピーの今の両方を兼ね備える素晴らしいカードがありまして、鏡割りの偶話っていう。なんか最近ちょっとそいつ投獄されたような気が。されました。これの説明は必要ないですかね。ね。はい。1個忘れてましたが、ジャクシス、トラブルメーカージャクシスっていうカードがあるんですけど、4マナのクリーチャーで、1マナタップでカードを1枚捨てるとコピーして、出せるんですよね。で、死亡した時ワンドローできるっていう、これ一応コピーのカードとして、こんなのもありますよということで。で、今説明した感じ、いっぱいクリーチャー出して、サクって、宝物出して、ランプして、パッティ叩きつけて、パッティ叩きつけて、リアにして、コピーして、行く過程で、フィニッシュ手段どうすんだと。いうことになるじゃないですか。ワンチャンでかいやついっぱい出とるから。もう殴って勝てるんじゃないかと。ただ、一撃ダーンっていうのが欲しいじゃないですか、やっぱり。こういうデッキはそうなんです、そうなんですよ。ダメージで勝つデッキっていうのは一撃が必要なんで。そうですね。はい。で、そういう意味でたどり着くところは、ある3枚のカードになるんですけども、まず、この、緑ドミヌス。パワータフネス2倍にするという。これ、出たらもう終わります、ゲームが。これ最高です。はい。で、こいつに、もう実はもう1枚は、ナチュラルオーダーこれ打って、こいつ出していいんじゃないかということで、はい。ナチュラルオーダー。
で、そして最後の1枚が、僕たちの、最強クリーチャー、カーラック。最先頭系ではこいつがやっぱり一番強い。そうなんですよね。再戦闘して、先制受けて、こいつ以外が殴っていって、再戦闘できるんで、こいつ再戦闘でかなり強いですよね。緑ドミヌス出てる状態で再戦闘して4倍になると。4倍やばいですね。で一応2倍の兼ね合いで言いますと、理由なき暴力っていうエンチャントが、こっちのクリーチャーのパワーが2倍になるっていうエンチャントが兼ね合いが良くて、あと不自然な成長っていう緑のエンチャントがあるんですけど、これパワータフネスが2倍になるっていうエンチャントなんですけど、これも、かなり兼ね合いが良くて、宝物で緑4万出ちゃうということで、この2枚も採用になります。で、まあ、とにかく2倍にして、殴れば勝てますよという。思ったよりダメージ食らった死んだってなりますよね。そんな中で、まあ、紹介し忘れた面白カード2枚紹介したいんですけど、まず、カタカタ橋のトロールっていう、これ僕が見つけてきたカードなんですけど、エルドレインのカードでして、5マナ88トランプル速攻、スタッツめちゃくちゃ強くねっていう。ですが、戦場に出た時、対戦相手1人を対象として、ヤギトークン、01のヤギトークンを3体プレゼントします。で、戦闘の開始時に、対戦相手が誰でもいいんですけど、クリーチャーを1体生贄に捧げると、こいつが、タップして、3点減して、カード1枚引けるという。ということで、要は、殴れなくなっちゃう。ですが、これ多人数戦だと1人01、3体出るだけで、他のところは出てるわけじゃないんで、そういう人がサクッと言わなければ、ワンチャン殴りに行けるんじゃねえかっていう面白カード。で、まあ最悪何もできなければ、サクって大文字にすればいいんで。8点飛ばせると。8点飛ばせるんで、これちょっと面白いかなと思って。あともう1枚は、ティームさんが教えていただいた、ふわまきという、この、逃走者大好きだったら御用達カード。本当だ6マナー66飛行のデーモンで、場に出るに際しプレイヤーを2人選びます。で、その選ばれた2人のプレイヤーの、ライフが共有されることになるんですが、これ、1人失うと1人失うということになります。はい。ですので、外霊が外霊がね。はい。さくれば2人死にますよね。そういうことね。意外とだからその倍にしたりとかパワーをする関係で、1人を倒すことは結構ね容易なんですよね。結構容易に起きるんで、じゃあそいつ不安巻きしてたら2人倒せると。確かに確かに。2人倒せば1人はもうあとタコ殴りにすればただもう出てるクリーチャーで勝負すればいいということになりますかね。まあそんな感じでまあ一応6-7ぐらいだったら戦えるはずなんで、このデッキの紹介は以上になりますかね。今回の動画は以上になります。おしまい。